人間50年下天の内を比べれば夢幻のごとくなり、ひとたび生を得て滅せぬもののあるべきか。はいどうも皆さんこんにちは。今回は桶狭間の戦いについてお話ししていきます。織田信長と今川義元が戦った有名な戦いですね。多くの人がご存知でしょうが、この戦いに勝利したのは織田信長。戦いを終えた織田氏は躍進の道をたどっていき、今川氏は没落の道をたどっていくことになります。それではまず今川氏についてのお話から始めていきましょう。今川氏が本拠地としていたのは駿河の国、現在の静岡県の周辺でした。もともと今川氏は西へと進んでいく方針をとっており、その方針をさらに強めたのが高宗駿三国同盟です。以前お話しした通り、甲斐の武田氏、相模の北条氏と同盟を結んで、それぞれ背中を預け合う形で勢力を拡大していくことになりました。こうして今川氏が西へと進んだ結果、尾張の織田信長と戦うことになっていくのです。ちなみにこの時の今川氏では、今川義元は隠居して家督を嫡男の氏真に譲っています。つまり氏真に駿河、遠江の統治を任せて、義元は三河、尾張の攻略に専念するという役割分担をしていたということですね。さて今回お話ししていく桶狭間の戦いが起こったのは尾張と三河の国境付近です。この辺りでは信長の父である織田信秀の頃から戦いが続いており、当時は織田氏の方が劣勢でした。しかし信長に世代交代した後には織田氏の方が優勢へと変わっていったので、信長は今川氏に占領されていた尾張南部の奪回を目指していきます。今川氏の最前線基地は鳴海城と大高城。信長としてもこの2つの城は警戒しなければいけません。そこで信長はこの2つの城の周辺に5つの砦を築いて城を包囲します。こうすることによって鳴海城と大高城の連絡を遮断したんです。もちろんそんなことをされて怒るのは今川義元です。この状況に黙ってはいません。鳴海城と大高城を助けるために兵を出しました。こうして始まったのが桶狭間の戦いです。本拠地である駿府を出発した今川義元は尾張三河の国境近くにある沓掛城に入ります。今川義元が沓掛城に入城した、その情報は清洲城にいた織田信長にも届いており、信長は今川氏との決戦を決意しました。この時今川氏の先陣を務めたのは松平元康、後の徳川家康でした。彼に与えられた任務は大高城に兵糧を運び込むことということで、松平元康は大高城の周辺にある鷲津砦と丸根砦を攻撃し始めるんです。戦いが始まったことを知った織田信長は敦盛の前を踊り出陣。敦盛というのは平安時代に一ノ谷の戦いで命を落とした平敦盛を題材とした舞です。信長はこの舞を気に入っていたと言われています。この時の軍勢は新朝後期によると、織田軍が騎馬6騎と増兵200人ほど、対する今川軍は4万5000という大軍でした。といってもこの数字は織田氏がすごいことをアピールするために情報操作をしているものだと言われています。実際のところここまでの兵力差はなかったでしょうけれど、織田氏の方が少なかったということは事実でしょう。さて今川軍の先陣を務めた松平元康は砦を攻略し大高城に兵糧を運び込んでいました。任務完了です。この頃には織田軍も軍勢が集まってきていましたが、その数は約2000。依然として大きな兵力差があります。その後信長が尾根伝いに移動していると、偶然今川義元の本陣を発見。さらに幸運なことに運よく雨が降ってきました。織田の軍勢からすると背後からの雨、今川の軍勢からすると正面からの雨だったので、目を開けにくい今川軍に不利です。雨が止んだところで織田軍は一気に突撃。雨によって乱れた今川軍の本陣に攻撃を仕掛けます。狙うは今川義元ただ一人です。今川軍は反撃しながら撤退しましたが、だんだんと数が減らされていき、総大将である今川義元が討ち死に。織田信長は幸運が重なって一世一代の戦に勝利したんです。戦いを終えた織田信長は討ち取った今川義元の首だけはその場で見て清洲城へと帰っていきます。主君である今川義元の討ち死にを聞いて、大高城にいた松平元康は岡崎城へと移動。鳴海城にいた今川の軍勢は
その後も籠城を続けましたが、今川義元の首と引き換えに城を明け渡します。こうして今川義元の首は駿河に返されるんです。しかし駿河へと帰っていった首とは違い、信長が所有することになったものもありました。義元左文字です。宗座左文字という別名を持つこの刀は、信長が気に入ったことにより以後普段用いる刀としており、後に豊臣秀吉や徳川家へと伝来するので、天下取りの刀としても知られています。こうして今川義元を失って大きな痛手を負った今川氏ですが、後継者の今川氏真にはさらに大きな困難が待ち受けていました。長尾景虎の関東進出、つまり小田原城の戦いです。すでに動画を出しているので詳しくは扱いませんが、今川氏は高宗駿三国同盟を結んでいましたので、北条氏が長尾氏から攻撃されたとなると援軍を出さなければなりません。こうなると今川氏真は大きな決断を迫られます。東の北条氏を助けて西の松平氏を見捨てるのか、西の松平氏を助けて東の北条氏を見捨てるのかです。難しい選択ではありましたが、今川氏真が優先したのは北条氏でした。こうして見捨てられた松平氏は、このまま今川氏に従っていてもいいことはないと考えて、今川氏への従属関係を解消して独立、織田氏との同盟関係へと方針を変更し、以後長きにわたって織田氏と徳川氏は協力することになるのでした。こうして松平元康は今川氏から独立します。松平元康は今川義元から一字をもらって元康と名乗っていましたので、名前を改めることにしました。義元の元を家に変更して家康と名乗ります。この家という漢字は家康が尊敬していた源義家の家だというふうに言われることが多いですが、詳しいことは分かりません。また松平という姓を徳川に変えるということもしています。こちらも詳しいことは分かりませんが、よく言われるのは新田氏の支流が家康の先祖であると自称して、先祖が住んでいた徳川という地名を縁起のいい漢字である徳に変更して徳川家康と名乗るようになったと言われています。さていかがだったでしょうか。桶狭間の戦いによって今川義元が討ち死にし、以後今川氏の力は弱まっていきます。少し先の話になりますが、今川氏の弱体化を受けて三国同盟は破綻。武田信玄は徳川氏と共に今川氏を攻撃したことにより、今川氏は滅亡してしまいます。一方の織田信長は徳川家康と同盟を結ぶことにより、東側を警戒する必要がなくなりました。こうして信長の目は東から北へと向けられて、美濃の国攻略を進めていくのです。ということで次の動画では美濃攻略戦についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。